アナス・ブン・マーリクから伝わります。かつてアッターの使徒ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれが馬から落ち、足、または肩を負傷されました。彼は1ヶ月間、妻たちのところに行かないことを制約され、ナツメヤシの幹でできた階段がある彼のマシュルバ、屋根裏部屋小部屋に泊まりました。そこで、彼の教友たちが彼を見舞いに訪れました。彼は座ったまま彼らの礼拝を導かれましたが、教友たちは立っていました。礼拝を終えると、彼は言われました。イマーム指導者は、従われるために置かれたのである。だから、彼が、アッラーフ・アクバルと言ったら、お前たちも、アッラーフ・アクバルと言い、彼がルクー、お辞儀をしたら、お前たちもルクーをし、彼がスジュー、平服をしたら、お前たちもスジューをせよ。もし彼が立って礼拝するなら、お前たちも立って礼拝せよ。そして、預言者様は、聖約から29日目に、屋根裏部屋から降りて来られました。すると人々は尋ねました。アッターの使徒よ、あなたは1ヶ月間妻たちのところに行かないと制約されましたが、彼は言われました。月は29日間である。サヒーフ・アルブハーリー378。解説、礼拝におけるイマーム、指導者、預言者ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれは、集団礼拝、サラー・アルジャマーの規則とマナーを私たちに教えました。その中には、礼拝者がイマーム、指導者に従うこと、彼の動作に倣うこと、そして謙虚さ、苦習と隊列の秩序を保ちながら彼の朗唱に耳を傾けることが含まれます。このハディースで、アナス・アッターが彼を喜ばれますようには、アッターの使徒ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれが馬から落ち、彼の足がすりむいた、ジュヒシャとサークフと伝えています。この、すり傷は、引っかき傷、あるいはそれより少し重い傷を意味します。この負傷に加え、彼は打撲と痛みを負い、それが原因で礼拝中に立つことができませんでした。またはカティフという言葉は、伝承者の記憶の不確かさを示しており、負傷したのが足か肩のどちらであったかという疑念を表しています。預言者様は、1ヶ月間、妻たちのところに行かないと制約、イーラーされました。そして、地面から高い位置にある小部屋、または家の最上階、マシュルバーに泊まりました。この部屋へ上がる階段は、ナツメヤシの幹で作られていました。預言者様の教友たちは、彼の病気を見舞うために訪れました。そして、礼拝の時間が来ると、預言者様は座ったまま彼らのイマームとして礼拝を導かれましたが、教友たちは立っていました。礼拝を終えると、彼は言われました。イマームは、従われるために置かれたのである。だから、彼が、アッラーフ・アクバルと言ったら、お前たちも、アッラーフ・アクバルと言い、彼がルクー、お辞儀をしたら、お前たちもルクーをし、彼がスジュー、平服をしたら、お前たちもスジューをせよ。もし彼が立って礼拝するなら、お前たちも立って礼拝せよ。なお、ブハーリーとムスリムの別の伝承では、彼が座って礼拝するなら、お前たちもみんな座って礼拝せよとあり、この二つのハディースは、イマームの姿勢に合わせるべきという原則を示しています。その後、預言者様は制約から29夜が過ぎた後、部屋から降りて妻たちの元に戻られました。教友たちが、彼が、1ヶ月間は行かないと制約したことを指摘すると、彼は言われました。月は29日間である。これは、その月が新月の観測に基づいて29日間であったことを示しています。そうでなければ、新月が見えなければ月は30日間となります。ひらめきこのハディースからの教訓。預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれは、人間と同じように病気などの災難に見舞われることがありますが、それで彼の位が下がることはありません。むしろ、彼の地位はさらに高められます。軽い傷であっても、病人を見舞うことが奨励されています。イマームが立つことができない場合は座って礼拝することが許され、改宗もそれに従うべきです。ただし、この点については法学者間で議論があります。イスラーム法は、集団礼拝の秩序と謙虚さを保つよう体系化しています。退院月は、常に満月、30日になるとは限らないことが示されています。